皆さんようこそ、東方研究スクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回はみんな大好き幻想郷の人妻たちについて解説していきますよ。みんな大好きって。というか、東方キャラに既婚しちゃっていたんだな。一体どんなキャラクターたちなのかすごく楽しみだぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速解説スタートです。さてまず紹介するのは言わずと知れた幻想郷の一妻役である矢心エイリンです。いや、一妻役なんて初めて聞いたけどね。このチャンネルでたびたび出てくるエイリンなので、もう詳しい人もいるでしょうが、軽くこの若奥様をご紹介していきますね。いや、年が奥越えって若いかな。かつてエイリンは月の賢者として、蓬莱山かぐやの教育係を務めていたとされ、その頃にかぐやの依頼でかぐやの能力により蓬莱の薬を作ったのです。しかし、その薬を飲んだかぐやは月から追放され、地球へ落とされることになってしまうのです。月の使者のリーダーも務めていたエイリンは、後に地上へと刑期を終えたかぐやを迎えに行くが、その際にかぐやが月に帰ることを拒んだため、他の使者を返り討ちにしてかぐやと月から逃げ続ける道を選んだんだよな。やがて二人で逃亡生活を続けるうちに幻想郷の迷いの竹林に行き着き、そこの主である稲葉帝の協力のもと、永遠帝に誰も入り込まないようにして隠れ住んでいたのです。協力というより結構脅しに近いような気がするけどな。この見た目は可愛い帝ですが、超ずる賢く、誰にも見つけることができなかった永遠帝の罠をかいくぐり、高貴な月の民であるかぐやとエイリンに、話を持ちかけてきたというわけですね。とはいえ、二人のことを慕っていてかなり仲はいいみたいだぞ。話を戻して、エイリンはあらゆる薬を作る程度の能力を活かし、最近では人間にも薬を販売していますよ。実際に人間の里へ行くのは冷戦などであり、基本的に置き薬の販売形態をとっているんですよ。薬は良心的な値段で、払えない場合は払える時が来るまで支払いを待ってくれてかなり良心的です。エイリンが出向くのは主に重病、奇病の患者の時だけ。視聴者さんも思ったことあると思うのですが、本当に一回でいいからエイリンの診察を受けてみたいですよね。いや、レ夢ムさん顔がやらしいっすよ。一応、永遠帝に休館が訪れた場合も受け入れて診療を行っているようですね。しかし、実はネーミングセンスがめちゃくちゃで、ヤマメの感染病用の薬の名前を、お蕎麦屋 A といった名前にしています。神よりも天才にもまさかの欠点が。そんな可愛い一面も持つエイリンには、綿月姉妹という二人の弟子を持っています。月の都にいる頃に教育をつけた関係で、二人にはかなり熱い信頼と強い尊敬の念を抱かれていますね。同時にエイリンもまた、心配はしつつも二人に理解と信頼を寄せていて、暴月症に関する一件では、綿月姉妹に知恵を授け二人の能力を適切に活かせるよう文を通じて助言をしています。ちなみに、金髪で服が青、帽子をかぶっている方が姉の綿月豊姫。薄紫髪で服が赤、黄色リボンで結んだポニテの方が妹の綿月頼姫なんだぜ。彼女たちもものすごい実力者で、月の防衛と地上の罪人の監視を行う月の使者のリーダーを務めているんですよ。もし、綿月姉妹について知りたい方はこちらも見るといいぜ。そんな二人は昔矢心エイリンに指示していて、エイリンが蓬莱山かぐやのために月を裏切った今でも死として敬い慕っています。月の使者としての職務も、エイリンが地上に行き行方不明になる前に彼女から受け継いだものでもあります。そして、エイリンは師匠でもありますが、なんと桃園の親戚でもあるんですよ。豊姫がエイリンの又甥の嫁、頼姫が又甥夫婦、つまり豊姫夫婦の息子の嫁、となっています。又甥って兄弟の孫ってことだよな。それってなんか、ふらー。落ち着かんかい。まあ月では結構あり得ることなのでしょう。今夫との関係はわかりませんが、地上の皆さんでも全然チャンスがあるので狙っていきましょう。いや、何の応援してるの？さて、次に紹介する奥様は邪仙こと覚醒がですね。ちなみに私の大好きな東方キャラクターです。めっちゃ好きそう。種族は邪仙といって、仙人になるべく修行を重ねた人間だったのですが、邪悪な考えで行動する仙人で、周りから邪仙と言われています。しかし、仙人としての力をある程度は身につけていて、複数の戦術を扱います。数千年以上生きた仙人は数少なく、さらに若さを保ち続けているのはまた珍しいのです。ほう、やっぱり仙人といっても寿命があるからか？いえそうではなく、それぐらい長く生きた仙人は天人や神霊といったもっと格の高い種族になっている場合が多くて、わざわざ仙人のままでいるというのは珍しいからです。なるほど、かなり実力のある仙人ということは間違いないのか。また、キョンシーである都吉川の操り主。吉川をとても可愛がっていますね。
腐っていて可愛いでしょは最初みんな笑ったはず。エンドの霊夢とのやりとりの件から、ズン氏も邪戦は企むものだと捉えている節があるんですよ。仙人とは、道教の修行を極め、仙境で暮らし、戦術を操り、不老不死となった人間を指しますね。仙人は超人的な能力を得た人間で様々な妖術を身につけ、妖怪に匹敵する力を持っているんですよ。また、新霊廟 CD パッケージも表は巫女のシルエットですが、中身を開けると CD のはめ込み口右下に、あらあら手に取ってしまったのですね。と明らかに彼女の口調のメッセージが書いてあるなど面白い仕掛けとなっていて、公式的にも彼女のことを強調していることがわかりますね。他にも彼女のステージの道中、曲デザイアドライブがアレンジされ、ED テーマ曲、デザイアドリームになるなど彼女の姿が散見されるんです。いわゆる新霊廟異変の真の黒幕ってことを伝えるためだろうな。また性格が邪戦らしく、幻想郷の魅力的な人間がいるからか、ふらふらと遊びに行くようです。おいおい、遊びって大人の遊びだよね。マリサさんそんなこと考えていたの？やだー、エッチじゃん。バババーロ、そういうんじゃないちょっつね。医薬長がはちゃめちゃだよ。冗談はさておき、結婚経験者でもともとは夫がいたという仙人なんですよ。ちなみに格は夫の名字。ただし事実上離縁したようなものなので、そういう意味ではバツイチ、独身と言えますね。性がってめっちゃ癖のあるキャラで面白いな。そう、そして、彼女の能力は壁をすり抜けられる程度の能力。幽霊のように壁を通り抜ける能力ではなく、物理的に壁を切り抜いて穴を開ける能力です。やり方は紙に刺しているかんざしで壁を切って、丸い穴を開ける。その穴の中を通って壁の向こう側に侵入する。切り抜かれた壁の破片はぶち抜く。壁に開けた穴は、いつの間にか穴が消えるという形で元に戻るという優れもの。そのかんざしめっちゃ欲しいぜ。同僚者が欲しがってる。邪戦にとってすごく魅力的な能力で一度大活躍したことがあります。その活躍とは、幻想郷でのクリスマスブームでサンタのコスプレをして、壁をすり抜けて家に侵入してサンタの真似事をしました。しかも綾に写真を撮られるとき満面の笑みで撮られています。サンタのコスプレをする人妻が満面の笑みで人ん家に侵入って。あまりのインパクトで面白すぎるので、ぜひ皆さんも東方愚問くじを見てみてください。さて、次に紹介する奥様は、東方漢樹伝で起きた異変の事実上の黒幕で、月の都を侵略していた純子。ウィン版の東方史上初の二つ名を持たないボスで、無名の存在と言われていますが、二つ名ではないと思われます。また、こちらもウィン版では初の名字がない6面ボスでもありますね。ほう、それには何か意図がありそうだな。そう、さすがはマリちゃん。恨みに純化された霊であり、すでに自らが何者なのかという情報すら必要としなくなっていたのです。その恨みとは、夫に息子を殺されたというのがきっかけです。そしてすでにその恨みは純化し、一人歩きしているのです。なるほど、今回のテーマが関わっているのか。それにしてもこんな美女奥様を悲しませるなんて。ちなみに純子の夫は、ジョーガの夫でもあるとされています。ジョーガは、東方プロジェクト内で名前しか出てこないキャラだけど、かなりの重要人物であることは間違いないぜ。また、綿月姉妹でわかる通り、月の家族関係は地上とはまた違うってことがわかるな。そう、月の民であり月の女神とされるジョーガを恨んでいて、前にも何度か月の都を襲っていたらしいですね。今回は、同じくジョーガに恨みがあったヘカーティア・ラキスラズリと組んで侵略を開始しました。ヘカーティアが恨んでいる理由は、ジョーガの夫に太陽を撃ち落とされたことで、太陽の光が弱まったからだぜ。悪いのって夫のような気がするが、ジョーガにも何か関係があるのかもな。そこで、ヘカーティアの部下である妖精たちを自らの能力で純化させて、生命力の塊とさせて月の都を襲撃させ、その間にジョーガを撃つという作戦を実施しました。しかし、月の賢者たちによってドレミーが作った、夢の世界の都に月の民が避難され月の都は凍結し、半年間手出しができなかったんですよ。それはさておき、恨みが純化したこと以外は思ったよりも聞き分けが良く、自分の月変更で幻想郷に迷惑がかかっていることに理解を示したりしているところを見ると常識があります。まさかの覚醒画のようなのんきな感じではなくて恨みを持った妻だったとは。ジョーガよ、見てるか？見てないね。さて、ラストは東方風神6エクストラボスの森安和子ですね。まさかの諏訪子なの？視聴者さんも見てわかる通り、見た目は子供なので驚いた方もいるでしょう。とはいえ、東方愚問九呪によると神様という特性上、姿形はほとんど意味をなさないとのこと。まあレミリアやフランも見た目とは違って500歳だもんな。身長はサナエより少し高く、
かな子より少し低く見えますが、帽子の分を差し引くとサナエより少し低くて、まさにロリ。ロリなんて使うんじゃありません。ロリっ子って言いなさい。いや全然変わってないよね。頭には俗にケロ帽、ケロ帽子、ケロちゃん帽子などと呼ばれる一目傘ですね。ケロちゃんの愛称で親しまれている諏訪湖は、おそらく土着神ケロちゃん風に負けずというスペルカードから来ていると思われますね。もちろんケロちゃんは諏訪湖のことで、カエルの愛称。風に負けずは宮沢賢治さんの雨にも負けず風にも負けずからで、ケロちゃん、つまり諏訪湖は国を奪われようとも、かな子には負けないもんという強がりとも読み取れますね。今は仲いいけど、もともとはかな子と敵対してたんだよな。スペルカードといい、めっちゃくちゃ可愛い神様じゃん。しかし、その正体は800万の神。この800万は無数の万物に宿る神聖の一柱で、純粋な信仰から成り立っているというんですよ。そのため神霊であるかな子とは異なっていて、元となった霊が存在しません。神としての性質はいわゆる土着神、つまり地方特有の神様です。最も有名なところでは、長野県の諏訪大社の御社宮様だぜ。特定の地域でのみ信仰される神なので、その土地を離れるとほとんど力を失うんですよ。しかし、信仰されている地域内では、時に最高神クラスの神格をも凌駕する力を持つと言われています。見た目は子供っぽいけどすごい神様なんだな。そんな、森安和子は神様という上位の存在であり、普通の人間とは異なります。そのことを踏まえた上で、コチやサナエは森安和子の遠い子孫であるという公式的に設定があります。なるほど、諏訪子とサナエは親族だから、子供がいるのかもしれないってことだな。とはいえ、子供がいるイコール結婚しているではないし、そもそも日本の神は無機物を相手に子供を作ったりするので、憶測にはなりますがね。ですが、諏訪湖のモデルとなった御石神様というのは儀式に共通するのが、瞳悟空や人柱と呼ばれるものに選ばれるのが、少年好きなのか、未成年の少年だったようです。ですので結構少年が好きな神様なので、もしかしたらもしかするかもしれませんね。さて、今回はここまでにします。視聴者さんの好きな人妻キャラがいたら教えてくれよな。いやコメントしづらいでしょ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。